おはようございます。今日はね、キャベツの大量消費しようと思います。1個買っても余るからね。これキャベツ4分の1個切って、じゃがいも1個ね、切ったのをね、チンして乗っけました。じゃがいも1個チンしたやつと、キャベツね、4分の1刻んだのをね、これ混ぜたんですよ。これ混ぜるんです、今度。合わせるの。そしてね、卵2個です。卵2個。卵2個ね、ここ混ぜちゃいますよ。よいしょ。そしてね、これ混ぜていくの。これただ混ぜるだけね。ちょっと簡単。混ぜるだけ。ちょっと難しい。簡単ですよね。よいしょ。キャベツもね、使い切らないで余りますからね。よいしょ。4分の1切って、じゃがいも1個あったのと、じゃがいもってほら、ちょっとくっつきやすいですからね。で、薄く切って、キャベツみたいに薄くして、で、混ぜました。よいしょ。お好み焼きみたい。そして卵ね、2個入れましたね。で、フライパンを温めます。ごま油を引きました。塩ちょっと入れといた方がいいね。塩ちょっと混ぜとこうね。そしてちょっともう一回、これ量が多いからちょっと混ぜづらいかもしれません。量が多い。そしてフライパンが温まったところへ入れるんです。入れます。豪快に入れます。よいしょ。入れますよ。そして平らにして動かさないで2分ほど置きましょう。しばらくお待ちください。2分くらい経ったので蓋開けてみますよ。もうキャベツのいい匂いがしますよ。キャベツのいい匂いがする。裏返しましょう。裏返しますよ。裏返せるかな、また。裏返すのちょっと難しいんですよ。ね。裏返すときはこれで蓋して、せーの。どうでしょうか。こんなになってました。あら、ちょっと焦げてる？焦げた？火がちょっと強かったかもしれません。でも大丈夫。火強かった。火が強かったね。でもキャベツのいい匂いがします。こんなちょっと焦げたけど、焦げたところは私が食べればいい。今度はちょっと火を弱めて、今度はちょっと火を弱めますよ。ちょっと失敗かも。火を弱めてすればいい。大丈夫ね。大丈夫。よし、これチーズ、粉チーズの代わりに振りましょう。火を弱めてですね。
こうしたら美味しいんですってね。本当かどうかはわからないですね。食べてみないとわからないんです。うん、私初なので。よし。でも他の人がしてたからきっと美味しいのでしょう。こんな下手にはしてなかったですけど。じゃん。でちょっとやめたので、あと2分くらいお待ちください。そろそろ2分経ったので、もう開けてみましょう。もうさっきは焦げてたからね。今度はいいでしょうか。大丈夫でしょうか。ちょっと火弱めたから大丈夫と思うんですよ。もうキャベツのいい匂いがしますよ。焼けたでしょう。こんな感じです。こんな感じ。あ、さっきより型がやっぱし減って美味しそうな具合ですよ。じゃがいもはチンしてるしね、キャベツはすぐできるし、大丈夫。でこの皿は大きすぎよね。この中くらいのお皿にしましょう。これでちょうどでしょ。大丈夫と思いますよ。どうやって取るのって難しいですね。でも頑張っていってみましょう。頑張っていってみましょう。失敗っていうことはないでしょう。分かった。ちょっと焦げたね。ちょっと焦げちゃった。でも美味しい。じゃがいものいい匂いする。美味しそう美味しそう。これはいいかも。これはいいかも。いい匂いする。キャベツとじゃがいものいい匂いします。チーズ上にのっけて。結構ね。匂いだけ嗅いでると結構うまくいった。これは匂いだけ嗅いでると結構うまくいきました。でも匂いだけっていうわけにいかないので、ちょっと味見をしましょう。ね、私キャベツだけこんなに炒めるのって知らなかったんですけど、結構ね、皆さんするみたい、キャベツの。だからしてみました。チーズは粉チーズがいいそうだけどなかったので、このキャベツのいい匂いします。味見します。美味しい。ちょっと塩入れたのが良かったのか美味しいです。マヨネーズもケチャップもきっといいと思います。これいいですわ。これお好み焼きよりほら小麦粉とか入ってないからね。美味しいですよ。これケチャップも美味しい。何でも美味しいって言ったらなんか嘘みたいだけど美味しいです。甘さもね、ほんのりキャベツの甘さ。
いい具合です。味もちょうどなのでどんだけでも入れそうですし、野菜だから体にも良さそう。これ結構おすすめです。栗田もなこでした。今日も見ていただいてありがとうございます。